皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日も動画を見ていただいてどうもありがとうございます。ミニマリストリーです。今回も音声によるラジオ形式でお届けします。年末も押し迫ってきて時間がどんどん過ぎていきますよね。今年は特に時間が過ぎるのが早いような気がします。師走は特に忙しくて、捨て活のための時間を取ることって難しいですよね。でも年末こそは家をきれいにと思っている方も多いのではないでしょうか。そんな感じで時間がない中でも5分捨て活ならできます。1日かけてじっくりやるのではなくて、ほんの5分だけと決めて捨て活をするんです。時間制限をするって結構重要です。たっぷり時間があると思ってしまうと、捨て活途中でつい別のことをやり始めてしまったり、発見したアルバムとか古い雑誌を見始めたりしちゃいますよね。効率的に進まないことが多いです。でも5分という時間を決めて、ゴミ袋を片手に携帯の時計機能のストップウォッチで時間を計りながら、5分でどのぐらい捨てられるかということをゲーム感覚でやってみるのが楽しくもあります。これなら忙しい方でも捨て活のために時間を取れると思います。その5分をきっかけに乗ってきたら、そのまま捨て活を続けてもいいし、その日は5分で終わりにして、また次の日に別の場所で捨て活してもいいんです。5分捨て活では棚や引き出しの中にしまってあるものや、すでに収納してあるものには着手しないようにします。毎日の生活で目に見える部分の不要品とか散らかりをなくすのが目的です。不要品がきっちりきれいに収納されているということはよくあることなんですが、今回はそこには手を広げずに、毎日生活していく上で目に留まる場所に重点を置いていきます。5分捨て活はとっても簡単だし、手軽に片付きます。毎朝何時にやるとか、寝る前の5分でやるとか、ルーティンを決めてもいいですし、気が向いた時や空き時間がある時とか、ちょっと体を動かそうかなと思った時にやってみるという方法でもいいと思います。捨て活ってまとまった時間を作らなくてもできるっていう感覚を実感して、物を手放すきっかけを作るというのが目的です。物を捨てることに抵抗がある方や、捨てるのはもったいないと思ってしまう方も、少しずつ取り組んでいけば、不要なものを家から出す気持ちよさを味わえると思います。考え方を変えてみるということも重要です。物を捨てると罰が当たるとつい考えてしまいますが、考え方を変えてみましょう。せっかく縁あって住んでいる家なのに、不要品がいっぱいで片付いていなくて、掃除をする気も起こらなくて、いつも汚れていたり散らかっている。そんな感じで家に不満を感じながら住んでいたら、その方が罰が当たると思いませんか？家という限られたスペースで、その中でどうやったら気分よく過ごせるかをちょっと考えてみましょう。そのためには、いらないものとか使っていないものは手放して、家をすっきりさせるのが一番手っ取り早いと思います。家をすっきりさせるためには捨てるしかないんですよね。不要品はしまうのではなくて捨てるです。棚をいっぱい作ったり、収納家具をいっぱい買って、整理整頓術でぎっしり物を詰め込んでも、またすぐに散らかります。なぜなら何かを探すとき、物がいっぱいありすぎて、何がどこにあるか覚えていないし、奥のものを取るために手前のものをどかしたり、床に置いたりしちゃいますよね。そしてそういう時に限って時間がなくて、きちんと元に戻さないまま何ヶ月も床に置いてあったりということが起こりがちです。幸せな気分で毎日を過ごすにはどうしたらいいか考えたり、落ち着いた時間とか素敵な時間を過ごせる家にすること、それが人生を楽しむための一つの方法だと思っています。ただ、忙しい毎日を過ごす中、やっぱり難しいんですよね、捨てるって。
なので、そういった忙しい方々のために、すぐに取り掛かれる5分捨て活を紹介していこうと思います。一番取り掛かりやすい場所や5分捨て活の効果が出やすい場所から10箇所紹介していきます。では早速行ってみましょう。1、ダイニングテーブル。ダイニングテーブルは買い物から帰ってきた時につい物を置いてしまうし、ともするとそのままいろいろなものの定位置になってしまいますよね。でもダイニングテーブルの上がすっきりすると部屋全体が見違えるようにすっきりします。5分ですっきりするので、ぜひ5分捨て活をトライしてみてください。例えばコンビニでもらってきた割り箸、スプーン、フォーク、ストロー、途中まで飲んだ飲み物のペットボトル、輪ゴム、レジ袋、レシート、メモ、お菓子の空き袋、薬の空き瓶や空き箱、おまけでもらった何か、ボールペン、パッケージの空き箱、何かが入っていた缶、こういったものが置いたままになっているなら捨てましょう。コースターも汚れてしまっているならこの際手放しましょう。そしてダイニングテーブルの上には何も置かないよう努力してみましょう。ダイニングテーブルの上に置いてしまいがちなものは、引き出しや棚に定位置を決めてそこにしまえばいいんです。ダイニングテーブルの上のものをゼロにリセットする。これを頑張ってやってみましょう。2、棚や引き出しの上。ちょうどいい高さの棚や引き出しの上も物が溜まりやすい空間ですよね。腰のあたりか目の高さに平面があるとついいろいろ置きたくなります。何かが入っていた紙袋や箱を置いたり、ちょこちょこ置物を置いたり、カバンや服を置いたりしちゃいますよね。これも紙袋とか箱を平面から撤去して、置物もそれほど気に入ってなくてほこりをかぶっているなら手放しましょう。平面には物を置かないということを提唱していますが、平面に何も置かないだけでてきめんに部屋がきれいにすっきり見えます。写真を撮ってみるとわかるんですが、棚とか引き出しの上に物があるとものすごくこちゃっとした感じに見えるんです。そして物を撤去した平面の上をさっと拭くととっても気持ちが良くて、もう平面に物を置くのはやめようと思うはずです。3、メイクスペース。毎日メイクをするための化粧台やメイクスペースというのは毎日使っているから不要なものはないはずと思いがちですが、結構使ってないものが置いてあります。できればすべて引き出しや棚にしまって、メイクスペースの平面上には何も置きたくないところですが、効率を考えると出しっぱなしにしておいた方がいい場合もあるので、出しておくものは最小限にしましょう。そして現在進行形で使っていない不要なものが置いてあるかもしれません。例えば中途半端に使って少し残ったまましばらく使っていないメイク用品とか、空っぽになったのにずっと捨てていない基礎化粧品やボディケア用品の容器とか、ネイルはもうつけていないのになぜかずっと置いてある除光液のボトルとかありませんか？このようなものがあったらすぐにゴミ袋に捨てましょう。4、洗面台。洗面台は5分捨て活に最も適したスペースかと思います。置いてあるアイテムの種類はだいたい決まっているし、不要なものが見てすぐにわかるからです。例えば、ほとんど入っていない歯磨き粉とか洗顔料のチューブ、捨てようと思ってずっと置いてある空きボトル、再利用しようと思ってずっと置いてある歯ブラシ、こういうものを発見したらすぐにゴミ袋に入れましょう。水回りに不要なものがたくさんあると、掃除するのが本当に面倒になってしまいますよね。特に洗面台に直置きしてしまうと、ぬめりや輪染みがついたり、清潔感もなくなります。
洗面台周りには不要なものを置かない。それが基本かと思います。フックを使ったりして浮かせる収納するという方法もありますので、洗面台直置きゼロ、ぜひチャレンジしてみてくださいね。5、調理台、シンク。調理台やシンクの上は不要なものがあればあるほど掃除が面倒になって、油汚れや水垢が溜まってきて、さらに掃除したくなくなるという悪循環エリアです。なので、物はできるだけ置きたくない場所ですね。とはいえ、毎日の料理や片付けで、どうしても調理台やシンクの上に出しておいた方がいいものもあります。なので、出しておくものは、スポンジ1個、食器用洗剤、ハンドソープのように最小限のものにして、調理台やシンク周りにはなるべく物は置かないようにしたいものです。例えば、ずっと使っていない調味料は賞味期限を調べて、過ぎていたらゴミ袋へ。賞味期間内だったら他の決まった場所に移しましょう。そして置いてあるけどずっと使っていないキッチンツールや調理器具とか、中途半端に使ってある何種類もの食器用洗剤、古いスポンジ、多すぎるまな板、古い布巾、これもゴミ袋に入れるか決まった場所に移動しましょう。また、コンロの上に置きっぱなしの鍋やフライパンがあったり、調理台が棚に入りきらない水筒やタッパーなどの一時置き場になっていたら、それは物の持ちすぎです。古いもの、使っていないものから手放しましょう。6、冷蔵庫の外側。冷蔵庫の外側にマグネットでいろいろ貼っていませんか？終了したイベントのお知らせのプリント類や、有効期間が終わってしまったのにずっと貼ってあるクーポン券、こういったものは捨てましょう。また、宅配ピザや水道業者のお店の宣伝用のマグネットも貼りがちですが、基本は全捨てです。レシピや家族の写真や子供の絵のような作品をマグネットで貼ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、マグネットを冷蔵庫につけるのは風水的にも良くないっていう話もあります。そして何といっても見た目のごちゃごちゃ感は否めません。写真や子供の絵は別の場所に飾った方が良さそうです。冷蔵庫の上も鬼門エリアです。不要なものがとりあえず置いてある可能性が高いです。ほこりをかぶっていて中身がなくて箱だけが置いてあるというパターンもありそうなので、冷蔵庫の上もついでにチェックしておくことをお勧めします。冷蔵庫の上に何も置かないだけでかなり見た目がすっきりします。7、冷蔵庫の中。冷蔵庫の中も日常的に物が動いているエリアですが、不要物の宝庫です。気を抜くと不要なものがどんどん溜まっていきます。言わずと知れた賞味期限切れの食品、明らかに腐っているもの、カビが生えているもの、こういったものはゴミ袋に直行です。野菜や果物が入っていたビニール袋や野菜くずも即捨てです。冷蔵庫にずっとある謎の食材や古いおかずも即捨てです。ファーストフード店でもらってきたケチャップやマヨネーズも即捨てです。冷蔵庫をリセットするぞと一旦決めると、思い入れのあるものがないからか、迷わずいろいろなものをサクサクと捨てられるので、冷蔵庫の中の捨て活はストレス解消に意外とおすすめです。8、出しっぱなしの服。クローゼットに戻さないで、椅子やソファーの上に積まれている服はありませんか？クローゼットに戻すのが面倒だったり、クローゼットにもうスペースがない、忙しくて時間がなかった時とかつい置いてしまいますよね。日常的に着ている服は山の頂上から取ってきているから不要な服はないと思ってしまいがちですが、下の方に埋もれてシワシワになっている服があったら、それは捨て活対象です。
着てみようと思ったけどサイズが合わないとか、着てみたら着にくかった、ほつれや破れが見つかった。そんな理由で結局ずっと着ていなくて、服の山の中でシワシワになっている服は、このままクローゼットに戻しても今後着ることはないでしょう。手放しましょう。また、服の山から着古したヨレヨレの部屋着を発掘したら、この際こちらも手放しましょう。たとえ部屋着でも状態が良くて質がいい気に入ったものを着て過ごしたいですよね。9. リビング。家族が集まるリビングは何でも置き場になってしまって、すっきりさせるのはなかなか難しいですよね。家族のものは不要品なのか大事なものなのか、なかなか判断がつかないし、難しいエリアかと思います。でも明らかに不要なものはこの際手放しましょう。例えば何ヶ月もずっと置いてある雑誌、新聞、本、これはもはや読まないと思います。手放しましょう。使っていないリモコンやセンターテーブルにずっとある充電器とかペン、ソファーにずっと置いてある膝掛けや毛布、こういったものは使いっぱなしで置いてあるだけの可能性大なので、一旦すべて撤去してリセットしましょう。リビングのセンターテーブルの上の平面をゼロにしましょう。10. 玄関。玄関が物置になっていませんか？捨てようと思っていた段ボールの束、新聞紙の束、捨てようと思っていた切れた電球や蛍光灯、捨てようと思っていた分別ゴミ、こういった外に出そうとしているものの一時的なものの置き場所になってしまっている方もいらっしゃると思います。これはもうゴミ収集日の日をきちんと調べてスタンバイしておいて一気に捨てるのが一番です。または外から帰ってきた時に買ってきたものを一時的に置いてあるパターンもあります。レジ袋に入ったまま置いてあるなら全部袋から出して決まっている置き場所にしまいましょう。そして大量のレジ袋が出たらすぐにリサイクル用のゴミに出す。玄関はとにかく溜め込まないのが一番大切です。また靴箱の上にずっと置いてあるダイレクトメールやチラシ、これは即ゴミ袋行きです。靴箱の上にずっと置いてあるけどほこりだらけの置物や中身がなくなった芳香剤、枯れてしまった花や観葉植物も処分しましょう。さて、5分捨て活について紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか？捨て活生活に慣れてくると、捨て活がどんどん楽になっていきます。例えば、いただき物のお菓子を食べ終わって空き箱が出た時に、これっていつか使うかもと一瞬思っても、いやいや、先週いっぱい見つけて捨てたばかり、捨てようとその場ですぐに潔く捨てられるようになります。そして例えばお店で服を見て、ああ買おうかなと一瞬思っても、いやいやこれと似たような服を持っているし、そういえば先週だいぶ手放したっけと思い直して衝動買いしなくなるので、無駄遣いもなくなります。捨てること自体がとっても体力がいることだし、迷ったり捨てる手配をしたり時間もかかりますよね。不要なものを溜め込まない体質になってくると、本当に毎日が楽になります。今回の動画をぜひ参考にしていただければと思います。そしてこの動画がためになった、他の動画もまた見てみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録してくださいね。皆様の捨て活に関する悩みについて、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見て、モチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。